こんにちは。盆栽クラブ東京のゆうひです。盆栽の世界には様々な樹種がありますが、五葉松は特に人気の高い木として知られています。その五葉松もさらに細かい種類に分類されていくんですが、皆さんは随生という樹種をご存知でしょうか。この随生、その葉章であったり木肌であったり枝ぶりであったり、独特の気品のあるこの随生が非常に人気の高い樹種になっています。この随生という五葉松の愛好会が立ち上がるほどの人気ぶりです。今日はその日本随生愛好会が主催する随生展にやってきました。この随生の魅力をたっぷりと皆さんにお届けできたらと思います。早速行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。今日は早速なんですけど、この随生という五葉松のご紹介をお二人にいただきたいなと思ってます。まず早速この木から。これは上野君のちょっと見ていただくと葉がちょっと黄色くなっちゃってて本調子ではないんですけど、それは一つここの粘り実はこれ木村先生に大きい手術をしてもらってて見栄えがちょっと展示には向いてないような木だったんですけどもこの展示に合わせて改作いただいてなんとか出せたと。足元の改作をしたってことですね。若い時はこうガニ股っぽいような感じだったけど今はちょうどいい感じの相関になったよね。いやもうそれが僕なんかは分かんない。でもこうやって会でやってるんで先輩たちが育ててきた話っていうのを聞けるんで、また思いも深まるんですよね。この木の若い時を知ってる方がね。そうで写真とかもくれるんですよ先輩たち。当時の写真ですか。だからどんどんね気持ちも入ってって大切にしなきゃなって。これは取り木、こっちは接ぎ木でしょ。はい。で接ぎ木でも自分の根を出すとまた違ってくるんですよね。でこれなんてほとんどもう自根で自分の根っこになってるんですよね。はい。取り木と接ぎ木で多少変わってくるっていうのも面白いなと思うんですけど。そうなんです。だから変化に富んだ木でもう何回しょっちゅう夢がありますね。夢の樹種ですね。いや本当にそうでもともと接ぎ木だとしても接ぎ木の根をかぶせて自分の根を張り巡らせちゃうんでもう接ぎ木じゃないんですよ。自分の根なんですか。自分の根に自分勝つんですよ。これ私がついたもんですよ。元のこれ山口さんがついたんですか。そう昔ね。で私から2代目の今横浜の人が持ってるんですけど、うちにあるこれ昭和49年頃頭の方でね台風で落っこって逆さに落ちちゃって、で頭やっちゃったんですね。頭がもうバキッと折れちゃって、しょうがないんで枝をまたこう作り直した木なんだけどね。またこんなになってるんですか。なってるんですね。49年からだから頭作り変えてあるんですよ。いいな。完全に再生してますけど、もうわからないですね。その再生力で面白いのがここにこの間まで枝があったんですよ。でこれがめちゃめちゃ効いてて大事な枝だったんですけど、普通そういうの盆栽ってこの枝に取れちゃうともう価値がなくなっちゃったりするけど本当再生してるんですよ。この1年の間にあっという間に見れるようにできる。またすぐ見れるようになるっていうのがもう本当に随生の魅力だと思います。これは小さくてなかなかないタイプの木ですよね。ちょっと早く起こしたんですけど、でも心拍はしっかりしてるから大丈夫とは思いますけどね。太いですね足元はね。やっぱり今までその随生って山口さんの元僕らみたいな男がバーってやるような会でしたけど、最近はこういう女性がこういう小さい木っていうものを作り始めててこういうのをやってくれるような方がもっと増えてくれるとどんどんいい木出てくるんじゃないかな。女性のファンがだいぶ増えてね。いいですね。いいですよ。なんか盆栽も女性の繊細な手先で作るとまた少し男性が作るのと変わりますね。なんか感性がやっぱ男性と違うと思う。そうなんですよ。女性もどんどんやってほしいですね。ぜひね。これが特選賞。今回のこの賞ですね。そうですね。この木はね、創刊でこれも親木から取り木で取ったもんです。取り木ですかこれは。
実際これを取り切って取った時っていうのはサイズはどれぐらいのサイズなんですか？この一枝ぐらいですよこれ。ここを取って刺したって感じですか最初？それがこうなっちゃうんですか？すごいな。昭和45、6年ですから、まあ小さいもんですね。すごいですね。こんななっちゃうんだ。山口さん、これ僕感慨深いですけど、これがまさか特選賞を取るって、いやみんな誰しも不思議です。これ今回思いがある木。この木ですか？50数年この木と一緒にやってた本人を去年亡くしましてね。そうなんですか。その方からその3、4年前にこの渋谷さんって人が譲り受けて、まあ、今回その本人が今年亡くなったんで、まあ、思いを飾りたいってね、飾ってくれたらまたそれがすごい皆さんに選ばれて、もうこの辺で喜んでるかもしれない。喜んでますね。きっとご本人喜ばれてますよ。本当に大先輩たちの歴史だったりそういう背景を持って今日晴れて特選賞ってなったところがすごい感慨深いところもあったりして、そうですよね。昨日も懇親会やったんですけど、まあ、そんなんで涙することもあったり、なんかそういう楽しみもすごくあります。その木の始まりを知ってるとなおさら感動しますね。これは、特別出品ね、山口さんの、はい、私はもうずっと賞はいただかないようにしてます。はい、もうこの会が発展するのが一番ね。勝負にならなくなっちゃう木ですね。これは何年ぐらいです今これ経ってるの？これはだから、昭和31年挿しですよ。1年挿し。本当にその随賞の歴史始まった頃の。そうです。いや下から見ても本当に綺麗な木ですよこれ。今回のまあはい。すごいですね。参議院も衆議院もどっちつけてもおかしくないようなすごいな。これ昔私が挿し木したものだと思います。これも挿し木ですか？昭和50年挿しですこれ。昭和50年挿しでこんなになるんですか？これ前が削られてますけど後ろはもう30センチ超えてるんじゃないですか。で年数で言ったらどれくらいですかね？そんな経ってない。だから50年挿しだから50年ぐらいでしょ。でもそれでも細い方ですよねこれ。これ細い方がね。この木もちょっとそんなに年代は変わらないと思うんですよ。だからまあこういう肌がこれ最初の肌ですから取れて、で次の肌になっていくとやっぱり本当の御用らしいような肌になっていくかなと思うんですけど、これも結構サイズがありますけど、この木はめちゃめちゃかっこいいナイス。これは、これすごいですけど奥行きがあってここだけ立体感ありますもんね。立体感。これあれなんですよ。これ4年前に荒木の状態で木村先生のところで、いい木があるから改作って言って僕も行ってそれをちょっと見て勉強させてもらってたんですけど、先生の改作ででもまあかなり荒くてもう太い枝でとんでもなくて、いやもうこれはもう全然時間かかっちゃうなと思って先輩に好きそうな先輩がいたんで先輩に言ったら「先輩買うよ」って言って。でたったの4年でできちゃったんですよ。今思ったらすげえこんなに早くできちゃうのかと思ってあの時先輩に譲らなければよかったなってそれからたった4年ですか？びっくりしました。これでボーボーの木だから、その素材の中でこの木だったらこうしちゃったらひらめくんだね。まあ随賞の種類ももちろんですけど木村さんがこれに関わってくれたってのは本当に大きな収穫ですね。なるほど。でも木村先生もこの木にやっぱ見せられたお一人ってことですもんね。やっぱり私と同じ頃から種木を買われて、それで貴重盆栽まで作られた人ですよ。随賞愛好会の、今回この随賞展を取材させていただきます、盆栽クラブ東京の岡本雄飛です。よろしくお願いします。今日は、まさか木村正彦先生にこうして来ていただいて、インタビューまでさせていただけるとは思わなかったので、とんでもございません。お忙しい中来ていただいてありがとうございます。とんでもございませんです。まずこの随賞が何なのかっていうところをお伺いしたいんです、先生に。もう五葉松の一種で特別に葉性が良く、成長の早い
盆栽に適した樹種ですね。その随所の特徴、魅力も含めて先生にお伺いできたらと思うんですけど。そうですか。五葉松の一種なんですけれども、葉がとても密でもって綺麗でという、盆栽の条件としてはやはり葉が綺麗でなきゃいけないという、その条件を満たしているわけですね。それと成長も早いと。ですから初めて盆栽をやる方でもその成長を楽しみながら盆栽を楽しむと。成長スピードはやはり他の五葉松と比べると全然違いますか？取り方だとかそういうの、培養にもよりますけれども、それは早いです。それはそんなに簡単には何十年でこういう太くなるっていうことはまず普通の五葉松では不可能だと思います。僕もここに今日来させていただいて、先ほど一本一本の木を紹介していただく中で、これで70年だよとか、これで刺して50年、20年だよ、ちょっと信じられないぐらい。そうですね。その代わり手入れも大変です。早い分ですね。そうです、早い分ですから。それこそ普通の五葉松ですと3年5年かかるものが1年で成長しますからね。そうですよね。その手入れは大変だと思います。ちょっと持ち崩してしまったりとかもしやすいということですね。もちろん持ち崩すということもありますけれども、逆に良くなるのも早いですね。この先ほど先生がおっしゃってた随所の魅力の一つに葉性があるっていうふうにおっしゃってましたけれども、これ五葉松っていう盆栽においてはやっぱり葉性っていうのはものすごい大事な部分になってくるんですか？そうですね。やはり盆栽というのは鑑賞するもんですからね、葉が綺麗でなきゃいけないと。そういった条件には一番適しているもんじゃないかと思いますね。なるほどなるほど。一番その先生と随所の出会い、ちょっとお聞かせいただきたいんですが。あれが一番最初がもう、60年ぐらいだと。60年前ぐらいに。それで私が弟子の頃ですね、師匠がねこんな小さなね苗木をどっかで求めてきたんですよ。で弟子のことですから師匠にこれをね模様をつけろと曲げろというようなことを言われまして、で太さがやはりこれよりちょっと太かったぐらいですからね。人差し指、ちょっと太いぐらいですね。中品サイズの盆栽を作ろうと思って曲げたんです。そうしましたらわずか数年でもってそれが3倍ぐらいの太さになっちゃったんですね。でまさかそんなに太るもんだと思ってませんからね。びっくりしますよね。それでまたねその模様が消えてきちゃったんですよ。先生がその曲げたやつがねまたその3倍ぐらいの太さになりますから。そうですよね。曲が消えちゃいますね。そのつけた模様がなくなっちゃったんですね。でまた太い針金でまたつけたんです。じゃあ2度つけたんですね。2度つけたんです。2度つけようが3度つけようがもうどんどん太りの方が成長が早いですから、全部その曲の曲がってるところみんな飲み込んじゃうんですよ。もう食い込んできちゃうんですね。そうで太ってしまうんですね。で太ると同時にその曲がなくなっちゃうんですよ。で今ではそれこそこんなもんでしょうか、太さが、これより太いかもしれないです。そうなってしまいました。そういった過去が経験としてあります。それはもう先生の最初の出会いですね。そうですね。もう60年ですね。やはり驚かれましたか、その成長スピードっていうのは。もうそれこそ先のことを全く分かりませんから、随所ってそんなに簡単に太るもんだということを分かりませんからね。これから随所がどうなっていくのか、それは多分いい方向に進んでいくんじゃないかと思ってますけれども、まず歴史がないもんですからね。まだ浅いってことですよね。浅いですね。この随所に関しては。他の盆栽はもうそれこそ昔から先人が手がけてね、古いものがたくさんありますから分かってますけども、随所だけはまだ分かんないですね。100年超えてませんから。それがもう信じられないんですよね。これだけ立派な木で。そうですね。これを見ても分かりでしょうけどもね。これがやはり100年もちろん経ってません。五葉松でこれだけの太いものだったら何百年ですよ。今後この随所、まだ先生もまだ歴史が浅いとおっしゃいましたけど、これから今この随所界にも若い世代の方たちがたくさんいらっしゃってて、そういった先人のこの70年間ね、引き継いできた思いとかも木も若い方たちがどんどん引き継いでいくと思うんですね。でさらにこれからこの随所会、この随所の魅力に気づいて始められる方に向けて、先生から最後一言メッセージをいただきたいんですよ。このね会はもうそれこそ
他の盆栽のね会と違って若い人が非常に多いんですね。で若い人でも要するにわずかな年数でもって鑑賞できるような盆栽が作れるというようなところに非常にその魅力を感じてるんですね、随所に関しては。はい、それでやはりこんな小さな苗木から育ってみようと、ね、若い人たちはそれこそ今後の5年10年を楽しんでそういったものを育ててます。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。とんでもございませんです。はい、僕もちょっと随所の苗木からちょっと始めてみたいなと思いました。もう本当に苗木から始める方が楽しいですね。はい、その成長を見ながら楽しむと、そこにはもう随所の魅力が感じられると思います。他のもんではちょっとそれは無理かと思います。そうですね。この成長スピードだから楽しめるっていうところもありますよね。ありがとうございます。とんでもございません。どうも失礼しました。